はい、今回はダッシュ2号バーニング3を改造していきます。このキットは以前にあったレーサーミニ四駆シリーズのものではなくて、現在のミニ四駆プロシリーズでラインナップされているものになります。ボディの形もレーサーミニ四駆版とは少し変わっていて、後継にあたり近い形をしている MA シャーシにも無加工では乗せ替えができないくらい MS シャーシにぴったりと合わせて作られているのが特徴ですね。昔よりもワイドな形をしているっていう、ざっくりとそういう認識でいいと思います。このボディを今回 FMA シャーシに乗せ替えていきます。これまでの FM 化と同じようにモーターが干渉するフロント周りに穴を開けていきたいところですが、このマシン特有の問題があって、カウンターギアカバーの前のここですね。繋がったままいけるかと思って粘ったんですけど、どうやらダメで一旦切り離しています。このままだと強度的に危ういので、少し前の位置で補強材を挟んでいきます。幸いモーターカバーをつけなければ真ん中の広い面のカットは必要ないので、フロント周りの形を大きく崩さずにこの FMA シャーシに乗せることはできますね。ちなみにボディの素材には ABS が使われているので、補強材にも ABS の端材を使っています。ここからは主に肉抜きをしつつリア周りの工作に取り掛かっています。どんな工作かというと、FM シャーシにバーニング3を乗せると聞いてピンとくる方もいると思うんですが、レーサーミニ四駆時代にネオバーニング3っていうオレンジ色でもともと旧 FM シャーシが採用されたバーニング3っていうのもあったんですね。で、今回せっかく FM シャーシに乗せるので、そのリア側の形、ウィングですよね。それらしいものをつけてネオバーニング3に近づけていきます。プラ板を平面にペタッと貼るとかではなく、形に合わせたパーツをプラ板で作りたいっていう場合に、突然切るには形が見えてこないことがあるんですね。そんな時は一度厚紙で切り出してみるっていう手があって、ここでだいたいこういう形で切ることになるよねっていう目安を作っておくことで、形が見えていない状態で始めるより失敗も少なく作業が楽になります。厚紙はたまたま方眼紙があったので使いましたが、そこまでちゃんとしたものでなくても適度な厚みがあれば代用できるものはたくさんあると思います。ミニ四駆のキットの箱がちょうどいいとも言われますね。
ウィング部分だけは大きい ABS 板が用意できなかったので PS 素材のプラ板を圧着していますが、接着せずに別パーツのままで固定方法を用意するっていう方向でも良かったと思います。強度に不安があったフロント側とは逆に、リアは内側の囲いがしっかりしているおかげでしぶとく軽量化できたと思いますが、厚めのウィングがついたことで全体でそがれた重量がウィングに集約されたという感じになっています。サーフェイサーとヤスリがけは今回の場合ところどころに接着剤の跡が残っているので、それを消す作業になってますね。流し込みタイプの接着剤を使って ABS を溶かすためにたっぷりと流しての圧着で結構はみ出しているのがわかると思います。サーフェイサーもヤスリも共に1000番で整えて、最後はサーフェイサー1200番で色をのせる前の処理を終えています。
マスキングテープの隙間から他の色が入ってしまった場合は、これ以前にもやったように少し吹き込んだぐらいならスポンジヤスリで軽く撫でれば落ちてくれますが、こんな風に結構がっつりと色が乗ってしまうと深めにこすらないと消えてくれないんですね。見てわかる通り黒くついたところは消えているんですけど、下の黄色も薄くなっているので、こういう時はリタッチですよね。面倒なんですけど、もう一度マスキングして黄色を吹き直しています。カラーリングはネオバーニングサンと同じく暖色でより派手な印象を目指しています。直にオレンジ色を使わなかったのもポイントですね。